皆さんこんにちは、みやです。2022年になりました。明けましておめでとうございます。今日は2022年になったということで、前にいただいていた Q&A のクエスチョンに答えていくことと、2022年の New Year's Resolution 抱負についてもちょっと今日決めていきたいなというふうに思っています。それでは早速始めたいと思います。いただいた質問たくさんいただいたんですけど、多かったトピックとしては仕事、結婚、パーソナル、そして英語、この4つが結構多くって、結構英語っていうのが意外だったんですけど、でも少しでも何か参考になることがあれば嬉しいです。まずパーソナルのところからいきたいと思います。みやさんの詳しめな自己紹介が知りたいです。まず私は日本生まれ日本育ちの日本人なんですよね。で、23andMe という遺伝子テストをやったんですけど 100% Japanese でした。あんまり面白くないですよね。なんかもっといろんな人種が混じってるのかなと期待したんですけど違いました。で、もともと日本の神奈川県で育ちまして、高校生の時に初めてアメリカに留学をしました。で、現地の高校を卒業したわけではなくって日本の高校のプログラムに参加をしたので、いろんなアクティビティであったりとか、いろいろ大変だったんですけど、一応そのプログラムに参加をして、そこからなんか私の英語とかアメリカのジャーニーが始まったのかなというふうに思ってます。その時は全然英語喋れなかったですね。英語は好きだったんですよ。得意だったし好きだったんですけど、いざアメリカのハワイ州に行ったんですけど、ハワイ州に行ってみたら全然喋れなかったし、何を言ってるか分かんなかったので、そこから本当に一生懸命勉強してなんとか話せるようになったかなというふうな感じです。で、その後日本に戻ってきて日本の大学に行ったんですけど、そこでも留学をまたしていて、その時はニューヨーク州に留学をしました。で、そこでまたさらに磨かれるような感じで、高校の時に行ってたハワイ州とニューヨーク州っていうのは全然違いますし、話す速さとか、使う言語とかも全然違うので、結構ハワイってブロークンイングリッシュの人多いんですよ。で、ニューヨークは普通のアメリカっていう風に考えてもらっていいと思うんですけど、大学の授業っていうのもレベルが高かったし、一生懸命ついていくために勉強して、なんとか磨かれたかなという感じです。で、日本に帰ってきて日本の企業に就職をしました。そこで最初営業職をやっていて、プロダクトマネージャーみたいなものをやって、でそのタイミングでアメリカに駐在をしました。アメリカに駐在するタイミングがだいたい入社してから5年目、27歳ですねの時でした。で、そこから3年間働いて、でアメリカの現地の企業に転職をして、今その企業で働いています。で、なのでもうアメリカ生活にも結構もうだいぶ慣れてきて、満4年経って5年目になりましたので、どんどん生活に慣れてきているので、いろんな挑戦をこれからしていきたいなというふうに思っています。で、次に普段持ち歩いているものが知りたいです。持ち歩いているもの本当になくって、AirPods、iPhone、サニタイザー、ティッシュ、リップ、もうこれだけです。面白くなくて本当申し訳ないんですけど、もうこれをポケットの中に入れてカバン持たずに出るっていうのが結構最近ほとんどです。アメリカに来てからカバンを持つことあんまりなくなってしまって、これをポケットに入れて出かけてます。ファッションについて、買う基準やよく買うブランドについて知りたいです。いつも着てる服とか気になります。アクセ、洋服、仕事のカバンの詳細詳しく知りたいですっていう、結構洋服とか小物についての質問が多くて本当にびっくりしたんですけど、私が買う基準にしてるのは、必ずサイズが合うことと1年以上絶対に着れるかどうかっていうのを基準に服を買っています。
昔はですね、若い頃はあんまりお金がなかったし、たくさん服を持っている方が良かったんですよ。バリエーションがある方が私は好きだったので、例えばファストファッションとかザラとかね、ユニクロとかで服を買ったりしてたんですけど、ちょっとそこから考え方が変わっていて、長くよく着れるもの、高くても長く着れるものを好むようになりましたし、あとは私本当にサイズがなくてですね、日本にいる時でもサイズがなくて結構苦労してたんですけど、だいぶちっちゃいんですよ。背もちっちゃいですし、なんか体もこうプティなので、サイズが合わないものはどうせ着なくなるっていうのを経験上分かっているので、必ずサイズが合うものしか買いませんし、もしサイズが合わなかったらリターンします。よく買うブランドについてはアクネが好きです。コスもよく買います。あとビンス、これはアメリカのブランドだと思うんですけど、ビンスをよくチェックしますし、よく買ったりします。あとヴィンテージの洋服とかが好きなんですよ。すごい昔のもの、クラシックなものが結構好きで、なのでヴィンテージショップをよく行っていいものがあれば買ったりしてます。サイズについてはもうサイズアウトしててもどうしても着たいものはテーラー屋さんに持って行ってお直ししてもらいます。本当によくテーラー屋さんに持ってきます。丈を合わせてもらったりとか、ちょっとこうウエストの部分が大きかった場合はサイズダウンしてもらったりとか、だいたいね30から70度ぐらいでやってくれるし、3日ぐらいで直してくれるので、本当にしょっちゅうテーラー屋さんに持ってってサイズをアジャストしてもらっています。そんな感じですかね。あんまり仕事の服とプライベートの服とかっていうのも分けてなくて、いつも同じような格好をしています。シンプルでクラシックで着心地がいいもの、サイズが合ってるもの、これが私の中ではポイントです。カバンの中身とかですね、使ってるアイテムとかアクセサリーとかの質問をたくさんいただいたので、ちょっと今度別の動画にして紹介していきたいと思います。次のカテゴリーは仕事です。仕事について本当にたくさん質問をいただいたので、ちょっとかいつまんで、話していきたいと思います。まずどういう仕事をされてますかという質問です。今は、テック企業、アメリカのテック企業の会社に勤めています。でそこで、何をやってるかというと、新規事業部という部署にいて、まだそのサービスが開拓してない国を、ビジネスを作るっていうことをやっていて、でそこのプログラムマネージャーみたいなポジションでやっています。戦略を考えたり、新しいカスタマーマーケティングをやってみたり、新しいプロダクトアップデートがあったらそれを皆さんにお伝えして、何か不具合があったらそれの調整をして、いろんなことをやってます。とっても楽しいです。業界をガラッと変えたんですね、転職をして。で今までは半導体業界だったので、実際私が仕事をしている内容がそのエンドユーザーに向けてどういうふうにエンドユーザーの生活を変えるかとかいうのを実感するのがすごく難しかったんですね。半導体業界ってすごく遠いので。なので今の業界はすごくエンドユーザーとの距離が近いですし、自分がやってることがどういうふうにその人たちの人生を変えてるかっていうのを直に実感することができて、すごくそれがダイレクトフィードバックでやりがいを感じることができます。チームも素晴らしい人ばっかりで、このアメリカのカルチャーの柔軟性を持った仕事の仕方とかっていうのもすごく合っていて、私はすごく今楽しく仕事をしています。仕事のモチベーションの保ち方を教えてください。私は20代の頃は仕事に対してのモチベーションっていうのがあんまりなかったりとか、仕事が忙しすぎてバーンアウトをしていて、なんでこの仕事やってるのか分かんないけどとにかくやっているっていう状態が結構あったんですよ。それは仕事に自分が何を求めてるのか、なんで仕事をしているのかっていう理由が分かっていなかったからなのかなというふうに最近気がつきました。最近は自分が仕事をしている理由がなんでなのかっていう答えが見つかったんですよ。それ何かと言いますと、自分自身を成長させるための、一つのプロセスが仕事だったっていうのに気がついて、
いろんなチャレンジとかいろんな新しいこととか、挑戦することが多いんですよね、仕事してる上で。でそうやって自分が結構居心地が悪かったりとか、知らないことなのでできるかなって自信がなかったりとかっていう気持ちから始めてみて、でそれをプロジェクトを達成した時に一つの自信につながってたりとか、一つの成長につながってるなっていうのに気がついたんですよ。で私はそれをするために仕事をずっとやり続けるんだなっていうふうに気がついて、なのでもう人生ずっと前進していきたいという気持ちがあるんですけど、それの一つのやり方が仕事だったということに気がついて、もうそこからはモチベーションというか、そうだよね、自分が成長するためにやってるんだもんねっていう感じで仕事がすごく楽しいですし、やる気に満ち溢れてるような感じです。よくボスにも言われるんですけど You have to be in uncomfortable empowerment ってすごく言われるんですよ。で確かに新しいことやるときって自信がないからちょっとアンカンフォタボーだけど、でもやってみてできた時の達成感とか自信っていうのがすごい大きいものだなというふうに考えて、なのでモチベーションの保ち方っていうよりかは仕事を何でしてるのかっていう考え方の答えが出たので、仕事を楽しくできるようになりました。続いて英語です。英語は英会話などの英語の勉強方法が知りたいです。英語はどのように勉強されましたか？あんまり参考にならないかもしれません。私が初めて英語を少しだけ喋れるようになったのがその高校生の時の留学時代です。でその時はすごくいい先生に出会って、留学したからといって英語を喋れると思わないでねというふうにすごく言われていて、留学中も人の100倍勉強をしないと英語を話せるようになりませんというふうにすごい言われてたんです。その時にやってたのがディクテーションをやってました。でそのテキストブックがあったんですけど、それを留学中に全部終わらせようっていう気持ちでやっていて、何をやるかっていうと、まずテキストブックを見ないで英語だけ聞くんです。で英語を聞いて何を喋ってるかっていうのを全部自分で文字起こしをするんですよ。で分かるまでやるんです。なので何回も聞くんですね。でそれが終わったらテキストブックを開いて答え合わせをして、ここは聞き取れてなかったんだなっていうのが、分かりました。でその後にディクテーションをやっていきます。ディクテーションはなぞるんですよね。この音が喋ってるのをずっとコピーしていくディクテーションをやった後に、その後もう一回テキストブックを見ないで聞いただけで文字起こしができるかっていうのをやって、最後できたらそのトレーニング終了っていうのをやってました。それ毎日やってました。そのやり方はすごいスピーキングができるようになったなというふうに思っていて、それがもうめちゃくちゃ初級段階の時にやっていた勉強で、その後はその時ってあんまり YouTube ってなかったんですよ。 YouTube あったかもしれないけど、ミュージックビデオとかこういうブログスタイルの動画ってあんまりなかったんですよ。なので日常会話をちゃんとできるようになりたいなと思って、その時に見てたのがリアリティ番組で流行ってたのが The Health とか Laguna Beach とか The OC、 これはリアリティ番組じゃないですけどドラマとかを見て、もうそれを覚えるぐらいずっと聞いて、セリフを覚えるぐらいまで何回も聞き返すっていうのをやってました。あとはリーディングが本当に大事で、リーディングってあんまり気が進まないんですよね。私は一番苦手だったんですけど、英語の本をずっと読むことがめちゃくちゃ大事だなというふうに今更感じています。でその後のマイルストーンというか壁としては、仕事し始めてからなんですけど、そういう学問のタームとか日常会話の話し方っていうのは大体習得できましたと。なんですけどビジネスをやったことがなかったんですよ。で初めてアメリカのクライアントを担当することになった時に、ビジネス英語がちょっとあんまり分かってなくて、メールってどうやって打つんだったっけなみたいな、もうそういう初期のところからもう一回学ぶことになったんですけど、でもその時は勉強という勉強はあんまりしてなくって、見よう見まねで
こういう風にメール打つんだとか、こういう話し方をするんだっていうのを本当に経験しながらちょっと慣れていったという感じです。仕事が一番英語力伸びたかなというふうに思ってるんですけど、なぜならすごくコンプレックスな物事とかプロジェクトとか問題を解決して進めていかなきゃいけないんですよね。もう読む、書く、契約書を読む、契約書を正す、修正する、もういろんなことがあるんですけど、いろんな人と会話をしてやっていく中で、結構英語力は伸びたかなというふうに思います。留学より伸びたんじゃないかな、下手したら。もちろん留学の基礎があったから、その仕事をすることができたんですけど、でも本当に仕事することで英語は伸びたなというふうに思います。今はねあんまり英語の勉強ってできてないんですけど、なるべく英語の本を何でもいいんで興味があるものを読むようにしています。でもね、日本語の小説とか読むとねちょっとホッとするんですよね。なんかやっと日本語だみたいな感じで、なんでちょっとそっちを読みたくなるんですけど、頑張って英語の本を、読むっていうことしかやってないです今は。で最後、結婚について、結構結婚のことも皆さん興味持ってくれてるんだなと思ったんですけど、みやさんが20代で駐在を目指していた時、結婚などライフプランをどう考えていたか知りたかったです。はい、私はもともと駐在したいとは思っていたんです。でそんな中で結婚っていろんなライフステップがあると思うんですけど、あんまり考えてなかったんですよね。その時の流れで生きていくっていうのが20代の時結構あったので、駐在行けたら行くし、結婚がいいタイミングでできたらしたらいいし、別にいつまでにしたいとかいつまでにしなきゃいけないとかっていうことを全く考えてなくて、そしたらですね、たまたまやっぱ駐在をするタイミングとその時付き合ってた彼、今の夫なんですけど、なんかやっぱ被るんですよね。結婚したいタイミングでもあったし、駐在に行くタイミングでもあったので、それはでももうそういう結果になっちゃったんで、どうするっていうのを2人で考えて、でその時2人は日本に住んでたんですけど、アメリカに一緒に行くことに決めました。パートナーとの関係で大切にしていることは何ですか？そうですね、結構やっぱりお互い仕事をして忙しい中で生活をしているので、やっぱ日常生活のことで喧嘩すること結構あったんですよ。でなんか私がいつも掃除してるじゃんとか、私がいつも料理してるとか、彼がいつも何々してるとか、いろんな不満があって、何でもイコールにしようとする癖があったんですよ、私たちの関係で。例えば私が、料理をしたんだからあなたは掃除をしなさいとか、そうじゃないとイコールにならないでしょうとか、ゴミを3回出したんだからあなたは次3回出しなさい、なんかそういう風な考え方をしていた時にすごい見学が増えたので、もう平等とかもうどうでもいいわと思って、その考え方をやめることにしました。お互いに。なのでやってる時はやってくれてありがとうの感謝の念を伝えるし、あんまり何回やってんだからやってよねみたいなことを言うのを控えるようになりました。なのでイコーリティっていう考え方を捨てるっていうのが、なんか私たちカップルの中ではすごい2人の関係がうまくいくきっかけになりましたので、あんまり平等性を求めすぎないことっていうのが大切にしていることです。はい、そんな感じになります。少しでも楽しんでいただければ嬉しいですし、悩んでることのヒントになったりとか参考になったらとっても嬉しいなというふうに思います。2022年もですね、たくさん動画を出していきたいなというふうに思ってます。去年は思ったより動画作れませんでした。本当は週に1回必ずアップしたかったんですけど、いろんな仕事が忙しかったりなんだかんだでそれがうまくいかず、今年はなるべく週に1回出せるように頑張っていきたいなと思ってます。こういう動画もっと見たいとか、こういう動画が好きですとか、そういうコメントを本当にモチベーションになりますし、参考になるので、何かリクエストがあればぜひコメント欄によろしくお願いします。で最後に、今日は2022年始まったというところで New Year's Resolution を考えていきたいと思ってます。で
これはちょっと友人のアイデアを真似するんですけど、友人が New Year's Resolution をやるときに必ずパートナーと一緒に New Year's Resolution を一緒に考えて、それを read out 読み合いをするっていうのを年始にやってると。で年末にその read out したものを何ができたかできなかったかっていうのを確認するのをやってるというふうに教えてくれたんですよ。でそれとってもいいアイデアだなと思って、私たちカップルも始めようと思ってノートを用意しまして、そのノートに Career, Personal, Finance and Relationship この4つのカテゴリーで、レゾリューションを作って、それを共有してノートに書いていくっていう新しい習慣を今年からやりたいと思って始めてみました。はい、皆さんももしやってみてください。とても前向きだなと思って素敵だなというふうに思いました。それでは Thank you very much for watching my video. Please subscribe my channel if you haven't and like the video if you do. And I will see you soon. Bye.